もしかしてこの曲がさくらさんの遺作。舞台のセンターにゼロが再登場しました。観客に背を向けたまま、あれは大きな姿見を見つめているんでしょうか。ゼロが自分の内面を覗いている、自問自答をしているという表現にも見えます。ゼロはいなくなった。だけどいなくなりたかったゼロだけじゃない。そんな風に見える。そうだと思うな。ゼロ、あんたは消えたかったかもしれないけど、俺たちはあんたが大好きだったよ。さくらはるき客席を振り返らないゼロ。寂しい。しかしゼロの物語は大昔に終わった。今更ゼロを思っても一つになれなくても一人ではいられない救いみたいなもんがある感じする。てんてんの歌い方もこっちを見てくれないままのくせにゼロの声は寂しくて優しい。なんかかわいそう。ゼロがかわいそうだな。誰か迎えに行ってやればいいのに。一人で歌ってるゼロのこと。あれ、今天の動きと鏡に映った天の動きずれてなかった？いや、鏡じゃないな。鏡ならライトの光を反射する。じゃああそこにいるのはゼロの仮面をつけた誰か？あ、鏡から誰か出てきた。誰か出てきて歌い始めた。っていうか、この声リク？リク君？リク？鏡から出てきた仮面の人です。リクか？何やってんだ？仮面のやつ煽ってる。七瀬さん、マネーティンのリス、スクリーンに歌詞、歌ってじゃハルキの歌を観客席の私たちが。いや、これ完全に歌ってだな。もし違ったら考えんな。応援するって言ったし、恥なんてもう書けるだけ書いただろ。立ちすくむエクスペルドキン、戻れない今夜で暮れる空、揺れる視界、愚かさ違っていたつもりだった、交わった瞳の奥、まるで同じ色した二人。 Why am I here? Why am I here? I wish I were king of the paradise. 昨日の過ちに我々うずくまる。膝が土を舐めたよ、気づいたよ暗がりで。思い上がった心臓が痛いほど君と響くこと。 Incomplete。本日はゲネプロご来場誠にありがとうございました。よかった。ゼロ、ハルキ。
ありがとう、テン。ありがとう、トリガー。君たちのステージのおかげで、音楽は、ステージは、人を救えるものだって思い出せた。僕が作りたかったものが、確かにここにある。ありがとう。お疲れ様でした。いおり、そっちもお疲れ様。結局きちんと見られませんでしたね。一番の特等席で見れたからいいよ。天にも、八乙女さんも、綱師さんも、すごく良かったな。最後のシーンは、ラストライブを見てるみたいだった。特に、お客さんの顔が、眩しそうで、泣き出しそうな。だけど、優しさと、覚悟を秘めた、温かい眼差し。大好きなものがいなくなる時の、二度と戻らない時間の流れを、見守る人たちの、弱さと強さ。大きな嵐が静かにないで、優しくて、温かくて、寂しい。霧雨になっていくみたいだった。終わりを体験してみて、どうでしたか？まだまだ、早いって思ったかな。まだまだ、遊び足りない感じ。いつか、あの景色をアイドリッシュセブンとして、見ることになったとしても、霧雨の向こうには、虹がかかってることを願うよ。きっと、虹をかけてみせる。ニュージェネレーションのスーパースターとして、1億万点の答えです。何その、ニュージェネレーションのスーパースターって。ある天才アイドルプロデューサーが使い始めた造語です。九条さん？私です。こいつ。ジェネレーションゼロは終了しました。ここから先、時代の主人公は一体誰になるのか。怪物のような時代がやってきますよ。リク、九条さん。少しいい？あ、ちょっと行ってくる。待っています。お客さんのいない劇場は静かだね。そうだね。さっきまで、ここに立ってたなんて信じられないな。九条さんは？明日からの本公演の準備。君がやった役を誰に任せるか思案してる。歌声だけでも使いたいって言ってた。高梨さんと相談してみるって。そっか。俺は喜んで協力するよ。ありがとう。どうしてここに呼び出したの？子供の頃の夢が叶ったから。え？リクと一緒にステージに立ちたいって夢。忘れちゃった？覚えてるよ。天にの方が忘れたのかと思ってた。だから、九条について行ったんだって。そう、勘違いして。俺、ずっと天にひどいことばっか言ってた。今まで、ごめんね。ずっと、天にが大好きだよ。ありがとう。離れてもずっと大切に思ってくれててありがとう。僕もリクが大好きだよ。今日は助けてくれてありがとう。本当に感謝してる。天に泣かないの。さっきはかっこよかったのに。お願いがあるんだけど。何？夢が叶った記念に写真撮っていい？
いいよ。客席がバックがいいかな。じゃあこっちで。あ、でも暗い。九条さんに言ってライトつけてもらおうか。ありがとう。お願いします。その写真はまるで幻のユニット。もしもアイドリッシュセブンにならなかったら、もしもトリガーにならなかったら、存在したかもしれない七瀬天と七瀬陸のデュオの写真。巻き戻せない時間の中、俺たちのポケットから落ちた奇妙で特別な白チューム。僕らがアイドルになる前のゼロ地点にある夢の原風景。それを見ることができて、ちょっとだけゼロには感謝してる。ありがとうゼロ。またいつかどこかで会えたらいいね。